はい、どうも、ジャルです。今週も、エボにプレイ配信を始めていきます。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日はタイトルにある通り、素晴らしき K35 の世界ということで、はい、私のね、城が K35 になりましたということで、ちょっと35になって、どう変わったのかみたいなところをね、話をしていけたらいいかなと思っています。ということで、やっていきましょう。あ、富山さんコメントありがとうございます。事前コメントですね。続集チャレンジしてると思うので、アーカイブで見るか、途中でちょっと顔出します。続集チャレンジってなんだろう。続集チャレンジって、あれかな、レベリングのことかな。それとも、なんか当てた続集を取りに行くのかな。そっちだったらすごいな。あ、月見さん、こんじゃるわです。こんばんは。ほい、ではでは、強制労働。はい、じゃあ、計35になりましたということで、先週の配信ではね、まだ、建設中だったんですけど、先週の配信の次の日かなに、王の対決、建設が来まして、スピードアップをね、使うことができて、一気に K35 に上げましたということで、王城の K35 と、科学院の K35。本当は神殿もやりたかったんですけどね、ちょっとリソースが足らなくて、断念して、研究、科学院と、王女だけね、今 K35 になってる状態ですという感じで、その K35 になったので、またね、文明をアメリカに戻しました。あ、ちょっと待って。資源採集たどり着いたか。あ、たどり着いてる。よいしょ。ギアをね、コアムに変えないといけない。あ、月見さんありがとうございます。K35 おめでとうございます。ということで、ありがとうございます。いやー、中のね、施設ほぼ K34 どころか32とかあったりするんで、ハリボテなんですけど、はい、K35 になりました。ありがとうございます。ではね、K35 になって変わったところみたいなところをね、話をしていきたいなと思いますということで、もうね、ご存知の方も多いかなと思いつつ、まだね、K35 になってないよっていう方もいらっしゃると思うので、その方向けにね、話をできたらなと思っています。で、K35 になったらですね、この文化遺産の隣のこの戦勝記念塔、このゾーンに戦勝記念塔っていうのがね、見れるようになりまして、もともとね、なんか空間はあったと思うんですけど、なんか見れなかったみたいな感じだったと思うんです。演出が始まったんですよ。K35 が完了したらいきなり演出が始まって、あのなんか、新しい建物がうんちゃらうんちゃらみたいなのが始まって、もうなんか当然のように全然ちゃんと見てなかったんですけどはい、戦勝記念塔っていうところがね、見れるようになりましたと。あひかさん、こんじゃる、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。やっとこさ、1年ちょっとでね、K35 になったんで、無課金にしてはいいペースなんじゃないかなって思っています。ちょっと、あ、タイミングが合わなかった。よいしょ。はい。で、この戦勝記念塔を見ていこうかなと思うんですけど、これランキングはね、もうランキングです。はい。いつもランキングを見るときは、このね、3点オプションのとこからランキングを選んでたんですけど、なんかここからも選べるよってなりました。はい。こっちはね、あんま関係なくて、この栄光の実績ってやつがね、見れるようになりましたね。これちょっとね、個人的にはこういうのすごい好きですね。リストに名を残す。将軍ランキングに入っている将軍の数、当然ゼロ。完全武装、所有している文明装備の数、市民、貴族ルーレットかなんかでゲットした1。圧倒的勝利。戦士の英国か幸運の5カ5エフェクトの発動回数62。これね、嬉しいですね。はい、戦争で勝った時に、アイテムがもらえますけど、あれ、
あれの回数を実は裏でカウントしてるんだっていうのと、この星どういう単位で増えてくんだろうな。これ気になるな。上が完全武装がさ、1でも星ついてないけど、こっち62でついてるってことは、50ぐらいとかでつくんですかね。はい、これね、嬉しいですね。この中で増やせる可能性があるの一番下だけなんで、はい。あ、いや、一番上もね、1個だけなら入る可能性があるんで、これね、ちょっと頑張っていきたいなっていう感じがしますね、こういうの見ると。あ、バイキング出せるけど、まあ今はいいか。あつきみさん、本当無課金ですごいです。さすが無駄のないジャルさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。せせこましく、せせこましく、特攻するようにね、やってるので、はい、なるべく無駄はしてない気がします、確かに。もう、超効率中なので。よいしょ。さてさて。戦勝記念塔なんですけど、アンロック、これね、アンロックってなってるんですよ。これね、まあ、この存在知ってました。戦力が 5.8M 以上の将軍を同時に2人持たないといけないっていうね、条件がありますと。これは、なんかでね、知っていたので、それもあってね、将軍は育ててたので、今はエレクトラがね、1体、5.8M を超えてます。ほい。エレクトラさんですね。エレクトラさん 6.1M あるんで、まあ、超えてますと。で、一応2体目の目処も立っていて、カエサルかな。カエサルがね、まだドラゴン装備つけてるんですけど、この辺をね、アケメネスとかに変えると、まあおそらく何十 M か上がるので、はい、あとは、なんか、ルーンとかちょっとやれば 5.8M になるかなって思ってます。まあ、そもそもこいつね、レベル35で36にしてないのと、まだなってないのと、あと強化もまだ余ってて、はい、まあ、カエサル普通に育てたら5.8になりそうだなっていうのと、まあ、そうじゃなくても一応、ジョージが今 4.5M なんですけど、これゴジラつけてるんで、ゴジラをドラゴンに変えたら、まあ、超えるんじゃないかなって思ってます。っていうのでね、5.8M 条件はね、もともとそれを意識して育ててたからいいんですけど、これね、女神像レベル35も必要でしたね。もともと女神像まあ上げる予定だったからいいんですけど、なるほど、先に立てたかったぜっていう感じでしたね。あ、吉田さん、コンジャルワです。コメントありがとうございます。はい、ちょっとね、戦勝記念塔、戦勝記念塔の詳細見ると分かったんですけど、これね、将軍の基本能力がアッププラス 1% ってついてるんですよね。これ基本能力って、なんだろう。1%って、このパラメーターですかね。パラメーターが1%上がるのかな。なんなんだろう。今、1539。攻撃だったら1520とかになってるけど、あ、これドラゴンがついてるからな。ドラゴンついてなかったら1410？ で、14とかもしかして上がるのだろうか、みたいなね。ちょっとよくわからないんですけど。でもね、建設速度プラ5、研究速度プラ5のね、バフいいですよね。で、これレベル2とかにしていくとね、どんどん上がっていくというパティーンですので、行軍時間の短縮とかめっちゃ強いし、はい、戦勝記念塔ね、確かね、レベル1が、将軍2体なんですけど、レベル2が6体だっけな、5.8M 以上のやつ。なんかそんなの聞いた気がするんですよね。はい、めちゃくちゃ大変じゃんって感じなんですけど。ヒカさん、あ、そうですよね。戦勝記念塔レベル2の6人絶望してます。そう、6人はね、さすがにちょっときついですよね。そう、6人はね、6人をなんとかするには、やっぱり、君主レベルを上げて、将軍レベルをたくさん上げられるようにするとかじゃないと、なんかもう普通にいかないと思うんですよね。はい、なんか、39、せめて39ぐらいレベルがないといかなそうな感じが。3.5M、3.6M とかはまあいきますけど、5.8M を6体はちょっと大変だよな。まあ
主要な将軍4種類、プラス、モンハン、プラス防衛官で、各兵種とか必要なやつを、6個、本気で作れよっていうことなんですかね。はい。私はまだ、着手できてないですけども、はい。ね、スールトさんとか、いずれ育てたいなと思っているので。いや、めっちゃしんどいよな、これ。はい。レベルにめちゃくちゃしんどいなって、今から思っています。ただ、まあ、効果はなんかね、強そうなので、いずれなんとかしたいですけれども。はい。ちょっとね、私、なんか咳が、ブタクサアレルギーからの、喘息持ちなので、そっちの方が長引いて、みたいな感じで、なんか咳が出るんで、ちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれませんが、すいませんっていう感じです。はい、ということで、まあ、戦勝記念とね、アンロック、とりあえず、まあ、レベル1ならアンロックできそうなので、これをね、急ぎ上げたいなと思ってはいます。はい、必要な資源ね、もう 1B ですよ、もう、当然のように 1B 要求してくる。エグすぎ。はい、で、戦勝記念とね、レベルを上げると、今度ね、王城レベル36の条件なんですよね。いつもの城壁と戦勝記念とレベル1ということで。はい、これも予定通りなのでね、しっかり、戦勝記念と上げていきたいなと思っていますと。さっきなんか、兵帰ってきた。すげえ。ヒドラレベル4だ。わーい。わーいわーい。もうヒドラね、もう勲章レベルのためにね、無限に借りたいですからね。行こう行こう。行こう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 。はい。で、あとは、K35 になって、とてもね、一番最も重要と言っても過言ではない科学院ですね。はい、科学院、この医療援助、まず、はい、上級サーバー戦争の光、19までだったのやつが20が、上げられるようになったんで、速攻20に上げましたと。でね、はい、縦に伸ばして、今、サーバー戦争の光超ですね、これも育てられるところまで行きましたということで、次のサーバー戦争までね、上げられるところまで、マックスまで、なんか特に多分、マックスに行けると思うんですよね。K35 でマックスまで上げられるんじゃないかなと思ってるので、マックスまで上げるつもりですと。はい。で、まあ、同盟系は、はい、この上級不思議な遺跡探検ですね。ちょうどピラミッド期間だったこともあって、これ最優先で速攻20にしました。はい。これもね、重要でしたね。最優先で速攻それは嘘だよ。一番最初に挙げたのこいつだ。軍隊の拡大ですね。部隊数プラス1ということで。いや、部隊数プラス1はやっぱ強いですね。行軍を6つ出せるってなると、もう、1体は探検して、いくつかは採集して、どれかはモンハンしてっていう、やっぱね、生産力がめちゃくちゃ上がりますね。いや素晴らしい。行軍1増えることの破壊力。はい、寝る前のね、探検、はかどりました。はい、まあ、これはね、もう有名どころですから、K35 イコール部隊数が増える。はい、がっつりね、賢者の石3500個なくなりました。はい、で、あと重要なのがね、属州都市のところかな。はい、この都市 HP のスーパーのやつがね、2までだったんですけど、3まで上げられるようになりました。吉谷さん、部隊数プラス1はでかいですね。いや、でかいですね、本当に。王の対決資源採集来るのが楽しみで、全部資源採集したいなって思ってます。そしたらランキング上位いけんのかなみたいに思っていて。どうなんだろうな。上位勢は韓国とかで資源採集速度マシマシなのかな。はい。いやとりあえずね、やっぱ部隊数1増えると効率が上がって非常に良いです。ただ、スタミナのね、減りがね、そっちも速くなっちゃうんで、はい、資源採集とか探検だとか、そっちに使ってね、スタミナを使いすぎないように気をつけてます。で、この私の大好きなこの都市攻力スーパー、その属州都市のね、数だけ、バフがかかる。私、属州都市が8つ持ってるんで、今は 8×2 で 16% 攻撃力が上がるよっていうものなんですけども、
1上げると、さらに 8% 追加されますという感じなんですが、こいつマジでやばくて、こいつマジでやばくて、賢者の石1回で1400必要なんですよ。はい、もうすでにね、この2つ上げたんで、1300、1300で2600吹っ飛んでるんですけれども、これもさらに1400使うの辛いなってなって、で、よくよく見るとですね、これ下に、駐屯兵士攻撃力回、なんか名前が違うんですよ。都市攻撃力ってこっち書いてあるのに、はい、こっち駐屯兵士攻撃力回みたいな書いてあるんですけど、これ、よく見ると、属州都市を一つ所有するために王城の駐屯部隊の攻撃力アップって同じこと書いてあるんですね。ということで、こいつ、効果同じなんですよ。もうまあ、エボニーあるあるだと思います。上がるパーセント一緒なのに、レベルが高いと尋常じゃないぐらいコストかかるっていうね。はい。感じなんですけど、これね、レベル1だからまだ、賢者の石19で済むんですよ。はい。もうこれに1400かけるより、頑張って下まで掘り進んで掘り進むになって、ね、レベル10まで上げて、これを 1% 上げようと。はい。明日ね、ガウガメラがあると思いますと。明日ガウガメラが来るまでに、この駐屯兵士攻撃力回をね、せめてプラス1上げたくて、今頑張ってます。はい、ちなみにですね、皆さんご存知の通り、今、消費還元イベントのゴールドと研究スピードアップ来てるので、もうね、研究するにはね、絶好のタイミングなんで、皆さん、しっかり研究をしていきましょう。私はね、お助け回数が49回、できるんですけど、もう基本的に35とか超えたらもう、加速して、次のやつ進めてます。ということで、もう40超えてたんで、スピードアップしちゃおう。めんどくさい。はい、レベル9。わーい。はい、ということで、属州徴兵の10。はい、このね、10まで持ってったら、今度ね、射撃兵の生存、系の生存率上げられていけるんで。よいしょ。さあ、お助けを要請しよう。はい、そんな感じです。で、あとは、同盟はいいかな。同盟はね、同盟のとこ、そうだ、スルーしちゃったけど、上級遺跡探検の後は、あとは、援軍した時の、バフが上がる感じなんですけど、これね、よく援軍を送る方は、重要だと思うんですけど、私まだそのね、レベルに達してないので、これはちょっとね、一旦後回しにさせてもらってます。はい、援軍がね、送れるようになったら、最優先で上げなきゃいけないなとは思ってるんですけれども。はい、次、回復ですね。回復は、離脱兵とか、キルイベントとかで死んじゃった時に、なんとかするものなんですけれども、うちのね、サーバーは、まあ、キルイベント復活しちゃったんですけれども、まあ、基本的に私は、3日間バブル使うので、ここは後回しにしようと思ってます。逆にこれを後回しにしたいので、3日間の、バブルはね、もう必ずジェム払ってかけようと思っています。はい。もうこのね、戦車の魂化率とかマックスにしないともったいないですからね。あと、女神像か。女神像も35にしとかないと、はい、本当に兵士が無駄死にしちゃうんで、もうね、もう3日間バブルは絶対外さない。よいしょ。っていう感じなので、今ね、回復はちょっと後回しにさせてもらいますっていう感じでやってますと。で、軍事力昇進は、さっきの部隊数1もそうなんですけど、あとはね、火力アップ。これ多分ね、マックスでプラス40%上がるやつかな。あとは、相手の火力デバフ。これはきっと70%デバフまで上がるやつかなだと思うんですけども、はい、ここまでね、進められますと。で、一番重要なのは多分この速度かな。速度が重要ですよね。足が速くて、悪いこと何もないんで、はい。
マップを移動するのが早くなるので、これもね、上げたいんですけど、そもそも上げるのが大変で、もうレベル2から3に上げるのでもね、7時間とかかかっちゃうんで、で、これを10にするまでも結構大変なので、はい、本当はね、ワールドボスとかを殴る前に少しでも火力上げようかなって、育ててたんですけど、まあ、あまりに大変なのと、これだったらちょっと防衛上げようかなと思って、こう途中でね、放置しているのでございます。本当はね、この上級収益も上げたいんですけど、ちょっと今は、今はね、今最優先はこっちですかね。はい。ということで、軍事力初心こんな感じ。あとは防御の進化ですね。防御の進化も、途中で止まってたやつが、先進めるようになりましたという感じなんですけど、これね、この致命的な罠書ここがね、レベル4までしか上げられなくて、こっち進めなかったんですけど、なんとね、8で止まっちゃったんですよね。まあ、8まで上げることができたので、このコンクリート挫折場を、に進むことができたんですけど、それはいいんですけど、ここ8で止まるっていうことはさ、まだね、この列ってまだまだ先は長いんですけれども、これ結構早い段階で、もうなんか最悪ここで止まるんじゃないかみたいな。ここまで行くかな、ここまで行ってほしいけれど。いやでも違うな、ここ、レベル10必要だもんな。レベル10必要だもんな。絶対ここで止まんじゃん。あ、としおさん、こんばんは。K30 おめでとうございます。ありがとうございます。はい、K35。なんとか K30 にすることができました。RSS が大変でございましたが、なんとかこれさ、この位置がレベル8で止まるっていうことはさ、この中トン軍陣列、最大でも8までしか上げられなくて、で、このレベル10条件満たせなくて進めないってなりそうですね。はい。先が長いですね。K36 が必須である。はい。っていう感じで、まあまあまあ、基本的なね、パラメーターがアップするので、ここもね、できる限り開けていきたいかなと思っていますと。で、特に重要なのはこれね、なんだ、軽渋滞なのか軍の維持費に使われない食料がアップということで、これがね、4%。ヒカさん、そこで止まってます。やっぱそうですよね。はい。この、マップを見る限り、明らかに明らかにこのレベル10を超えられそうにないので、ここでやっぱレベル8で止まりますよね。想定通りです。まあまあまあ。もう賢者の石がそもそも持たないんでね、いいかなとは思うんですけども。富山さん、コンジャルはです。あ、読書チャレンジ終わったんですね。お疲れ様です。はい、この軽渋滞がね、重要なので、軽渋滞もね、早めに上げたいと思っています。1レベル上げるだけで 4% も上がるので、もしね、12とかで止まるとしても、獅子 16% は上がりそうですかね。はい、軍の維持費。ね、私は、技量で、この、食料消耗減少。貯蔵庫で保護される食料が増加、プラス 100% をつけて、かつ、シャジャル。はい、戦争以外ではシャジャルをセットした、プラス 200% 増した状態で、今ね、食料が、400% ちょい保護されるよっていう状態なんですけど、ご覧いただくと分かる通り、もう私もすでに 312M あって、312M も結構セーブしながらですね、同盟貯蔵庫に、毎日 30M 入れてなんとか耐えてるみたいな状況なんですよ。罠も、食料がかかるやつばっかり作ってました。っていうので、このままだとね、もう普通に溢れちゃうんで、はい、ちょっと食料維持費はね、もうちょっと上げたいなというので、明日のガウガメラの直前までバフを頑張ってあげます。
で、そしたら、ガウガメラが終わった瞬間に、今度は、この軽渋滞を上げます。で、その後、さらに、サーバー戦争の光を、上げて、命の源を節約できるようにしますっていうね、もうなんかそういう順番で研究しようと思います。あたやまさん、途中で見学に行きました。ありがとうございます。はい。いやー、もうこんな感じでね、研究の、研究できる範囲がもう一気にめちゃくちゃ増えて、賢者の石1万以上一応貯めておいたんですけど、一瞬で吹っ飛びましたね。この明星上級とかもね、4000の部隊定員を増やすのに1316持ってかれて、あと3段階残してるんですよ。ちょっと意味がわからない。ちょっとね、大変すぎますね。賢者の石が無限に必要だなと改めて改めて思います。で、この辺のね、摩耗回とかを多分上げるところも、きっと、1300、1500とかって必要なんでしょうね。いや、きついですね。はい、先人たちはこれを上げてきたんだなと思うと、マジですごい、尊敬です。はい。っていうところで、はい、もともとね、この科学院のバフを上げたくて、K35 に急いで上げたっていう感じなので、今ね、ゴリゴリ研究をしてますし、ゴリゴリ研究をするためにね、アメリカに変更をしました。はい。アメリカに変更した理由は、この、エピックのね、デフォルトの属性都市のエピックがゴールドも増えて、研究速度も15%上がる。はい。このバフを求めて、アメリカにしていますという感じですかね。君主レベル上がるの遅くなっちゃうんですけどね、もうちょっと背に腹は変えられないですかね。ほいほいほい。今日ね、バイキングチャレンジの日なので、11時になったらね、忘れずに参加しないと。そう、実績がね、討伐今、討伐、1なん、星1なん、スター1なんですけど、今日、ちゃんと参加すると、アイスブレーカーとグランドチーフ、ね、40になるので、16上がって、俺ね、スター2になる予定なんですよ。楽しみですね。はい、ちなみに、支配はね、スター3になりました。はい。王城35とかね、達成して、科学院35も達成して、次は40ということでね、吹っ飛びすぎですね。はい。その他のやつもね、順番に上げていきたいなと思っています。はい。ということでね、そう、実績もね、伸びてって嬉しい感じですね。あ、吉兵衛さん、おつじゃるです。こんばんは。コメントありがとうございます。はい。で、あれ何の話をしようと思ったんだっけな。そう、計35に、しましたっていうところなんですけれども、ちょっとね、いろいろ考えていて、私、K35 から K36 は可能な限り早く上げたいなっていうのを今ね、思ってますと。はい。で、予定では、12月の資源の消費還元イベントですかね。で、12月なんで、もう2ヶ月後ですかね。12月の資源消費還元イベントで、王城着工できるんじゃないかな、したいな、みたいな風に、思っていますと。で、その心は、この戦術研究、消費還元イベント戦術研究、これ、ランキング、うちのサーバーだと20人ぐらいしかいないんですよね。ってことは、私、もし K36 にできたら、この軍事研究所で研究ができるようになって、この戦術研究のランキング、このスコア1000取るのがね、どれほど大変かがわからないですけども、巻物はね、超集めてあるんですよ。こんなね、超集めてるとか言ってるけど、一瞬で吹っ飛ぶのはもう分かってるんですけど、もう賢者の石の、ね、事件があったんで、もう、これは絶対なくなるぜと思ってるんですけど、一応2万ちょいありますと。
はい。まあ、今後もね、K36 にするまでに優先的に、集めていこうかなと思ってるんですけど、そう、この軍事研究所の研究を、もう急いでやりたいなと思っていますと。はい。このね、そう、ランキングリワードが、まあまあいいので、はい、私このね、秘宝ボックスが欲しくてしょうがないので、はい、秘宝ボックスもらえるし、もう、うちのサーバーの、あの中でもまだ20人しかアンロックしてない K36 に、先になるっていうことは、それだけバフがね、早く高められるっていうこと、かつ、このランキングリワードを、もうしばらく確約されるっていうことなので、なんか、なり得なんじゃないかなと。でね、重要なのはね、ここのポイント稼げるようになると、まあ、もちろんね、この戦術の巻物の還元がありますが、ソルが手に入るんですよね。ここでソルをね、交換できるリワード、結構貴重なので、これ、命の源が欲しくてね、もう K36 した方がいいんじゃないかなっていうのを思ってますと。はい、防衛もね、途中でもう止まっちゃうっていうのが分かっていて、私は、ここですよ、この戦いの道、ここに行き着きたいんですよね。まあね、ここで、多分ね、K37 とかにならないといかないんじゃないかなって思ってはいるんですけれども。はい。まあまあ、ということでですね、今考えてるプランとしては、T14 は、もう馬以外作らない。できればワークショップは作りたい。できれば工場兵器は作りたいんですけど、で基本的にはもう歩兵と、射撃兵の T14 はもう超後回しにする。K36 にするまで着手、もうそもそも施設さえ育てないぜって割り切ってしまえば、上げられると思ってるんですね。なので、あの女神像を上げる、戦術記念塔を作る、城壁を上げる、あと生産施設は必ず先に上げる。で、やって、もう、王城に着手するっていうね、プランがやれないかなってちょっとね、考えてます。ヒカさん、MA1 で巻物27,642、4.6B ゴールド必要らしいです。やばやば。あ、MA1 っておっしゃってるのは、軍事研究所レベル1の話ですよね。軍事研究所レベル1の一つの研究ですかね。それとも、MA1 で、やることのできる研究すべての合計がですかね。すべての合計だとしたら、多分ギリギリ満たしそうな気はする。あ、ゴールドつら。あ、そう、ゴールドもね、T14 の兵隊を作らなければゴールドかからないんで、それもあって先にバフ上げたいんですよね。27,000は、まだ上げるまでの時間も考えると、ちょっと待って。今25,800なんで、いや、27,000はなんとかなるな。4.6B はマジでえぐいですね。あ、全部の研究。ありがとうございます、ヒカさん。そうですよね。いくらなんでも1個がそんな鬼畜みたいな話じゃないですよね。あ、OK です、OK です。だとしたら全然、ゴールドはちょっときつい気がする。ゴールドはちょっときつい。はい、けど、想定内ですね。そう、T14 を作らなければ、ゴールドの消費の機会が、軍事研究所に絞れるので、そう、T14 はね、馬だけは、そのワールドボスとか、あいつよ、今出てる盗賊、あとは、いつか復活するかもしれないアグロペ、あいつらを、もうなんか、気兼ねなくボンボコ倒せるために、馬はね、14必要なんですよね。でもそれ以外はまあ別にいいから、
ペソンペソンさん、いつもアーカイブ見てます。ありがとうございます。防御時、駐屯兵、攻撃時などありますが、攻撃防御はわかりますが、駐屯兵というのはどちらにも対応という認識なんでしょうか。いや、駐屯兵は、都市の防衛だけだと思います。この防御時っていうのは、援軍とか建物の防衛が含まれるんですよ。でも、駐屯兵は、明確に王城の防衛のはずですね。駐屯兵のっていう書き方を、しているものがあったりするんですけど、それって基本的に王城のことを、王城の駐屯部隊みたいな言い方をするんですよ。ただ、防衛って、建物に入れたときに、先に入れといて攻撃受けるやつって、あれって防衛じゃないですか。はい、その判定で言うと、駐屯って書かれてるやつは、王城での防衛のみだと思いますと。ただ、防御時と駐屯兵、これが被るのかどうかはちょっと気になりますね。基本的に被ると思ってます。この辺とかにもあるようなスキル。都市内での攻撃。駐屯騎兵の防御力。駐屯と防御は多分、あれだと思います。親和性があるような気がします。駐屯兵はおそらく王城での戦闘。王城の、防衛の戦闘だけじゃないかなと思っています。なんか、その辺の条件のところね、確かエボニーウィキさんに書いてあったと思うんですよ。で、なんかそんな感じで私覚えた気がしてますね。間違ってたらごめんなさい。有識者の方から補足いただけるとありがたいです。少なくとも両方にかかるってのはないんじゃないかなっていう感じですかね。はいはい。で、なんだっけ。そう、プランとして、K36 をなんかなるべく急ぎたいなっていう感じで、生産力をね、上げたいんですよね。理由のもう一つに。もう建設をするための費用が、まあ、もともとやばかったんですけど、もうさらにぶっ壊れてきたなと。この K36 をするのに、これ 5B 必要なんですよ、各資源。これ各 5B とか意味不明ですよね。資源消費イベント一撃死なんですよね。いつも 5B やってる私としては。もう、10B の生産力ある前提じゃん、これ、みたいな。そんな雰囲気なので、はい、まずね、もう生産力をまず上げますと。はい、もう生産施設はね、もうすぐ35にしようと思ってるんで。でも、多分それだけじゃ 10B 安定しないんで、K36 にして生産施設 K36 フルにすると、まあ、10B もなんとかやれるんじゃないかな、みたいに思ってます。アベザメソンさん、ありがとうございます。ずっと気になったので、ちょっとスッキリしました。ありがとうございます。はい、おそらく、はい、駐屯兵は王城だけ。防衛は、建物とか、味方の城の防衛の援軍の時も含まれるっていう認識だと思います。浦島亀之助さん、野党 HP0 になるとどうなりますか？野党 HP0 になるとですね、野党 HP0 の時は、殴ってくれなくなります。はい。例えば、先に野党が、防衛のタイミングで野党を攻撃してくれるんですけど、野党最初に削られちゃうんで、HP0 になった瞬間に野党の攻撃が入らなくなりますと。で、2部隊目とかがね、来た時とかに野党ってもう HP ほぼないんで、全然野党が仕事しなくなります。はい、燃えちゃいますよね。燃えて、しかもこいつ、このね、城壁はジェムを払えば HP 回復するんですけど、野党はもう時間で待つしかない感じなので、野党はね、可能な限り HP は
高くしていた方が、その継戦能力が上がる。まあでも、どっちみちね、野党すぐ最初に死んじゃうんで、なかなか難しいかなと思いますが、はい、防御力が少し下がる。連続で攻撃されると、野党が仕事しなくなるっていうイメージですかね。自然回復しますか？自然回復しますよ。時間で回復していきます。城壁と同じく時間で回復していきますんで、確か2時間かな ?2 時間ぐらいで全開っていう感じだった覚えですね。はい、なので、バトルフィールドとかで、野党が傷つくと、全開しないです。城壁がゼロになって吹っ飛ばされたら回復してた気がするんですけど。はい、大体なんかね、2時間ぐらいだったような気がするんですよね。忘れちゃいましたけど。はい、だから気づいたら全開になってます。ほいほいほい。さて。そう、生産力をね、上げたいっていう話なんですけども、もうちょっとね、この重血の結晶がもう足らなくて、資源の生産力をね、上げるの大変なんですよね。で、かといってこっち1%ずつしか上がらなくて、ちょっと大変なので、今はね、キツネさんをアンロックしたいなって思ってます。はい、キツネをね、アンロックしたらまた真ん中にね、すべての資源の生産力とみんな大好き攻撃時の射撃兵の攻撃力がね、バフが上がるんで、重血を貯めつつ、キツネをね、アンロックしたいなと思いつつ、今はね、ちょうどこの2つをアンロックすると、レベル10になって、この風雷を操る翼、これがね、アンロックされるんで、今これをね、これ狙いでね、今ちょっと上げてます。メンタエイコさんこんばんは。コメントありがとうございます。今日は初コメの方がたくさんいらっしゃる気がする。ありがとうございます。ぜひお気軽にコメントください。よいしょよいしょ。さて、なんか適当な時間で終わるやつに出しておきたい。はい、今日ね、王の対決のモンスターハントなんですけれども、この光のフェスティバルが来たじゃないですか。これね、いつもの竜系シリーズと一緒ですね。モンスター討伐で最大20、資源採集で10もらえるっていうやつなんで、そう、資源採集もね、10個はやっときたいんですよね。っていうのがあって、ちょうど配信中ってあんまりモンハンしないから、都合いいわと思って資源採集出してます。ほい。ってことで、プラン的にはですね、プランというか、おおよその、生産とか、リソースの稼ぎ具合と、各施設の、なんか大変さ的なことを見込んで考えると、おそらく12月末の資源の還元イベントぐらいに計36着工できるんじゃないかなみたいな感じですね。で、その頃にはですね、ドラゴンのレベルも上がってたりするので、この戦力 5.8M 以上の将軍同時に2人はいけそうな感じな気がしています。はい、ということで、なんとかね、戦勝記念塔を早く建てたいんですよね。もうこの建設のプラス 5% もね、ビビたるものかもしれないけど、重要だと思うんですよ。もう、だってね、王城36上げるのに、1813日とか言ってるんですよ。こんなん、約、なんだ2年半ぐらい意味不明ですよね、本当に。はい、もう、ね、アイテムがいくらあっても足らないんで、しっかりやりたい。ペソンペソンさん、アーカイブ勢でしたが、やっとリアタイできて嬉しい。いや、ありがとうございます。はい、そう、アーカイブめっちゃ見てくださってる方がいるんですよね。なんていうか、チャンネル登録数がそんなにないのに、チャンネル登録者数よりも多く、アーカイブが回っていて、本当に皆さん見てくださってありがとうございます。
もうせっかくなんでチャンネル登録をしていただけると助かりますって感じで。はい。年内に計36。はい、を目指しています。一応ね、頑張ればいけるかなと思ってるんですけど、ちょっとね、実際はどうなるかわからないです。はい。リソース結構大変なんで。ペソンペソンさん、サーバーによって王の対決の順番違うんだ。あ、そうですよ。王の対決はもうサーバーごとに、まあ、例えばサーバー版とかのやつはね、多分相手と多分一緒だとは思うんですけれども、それ以外のサーバーとはもう完全にランダムなので、これは、次何が来るかっていうのは運ですね。はい、今日私のところはモンスター討伐で、昨日戦力アップだったかな。はい、本当はね、戦力アップは火水木に来てくれると、罠でね、上げやすいんで助かるんですけど、残念ながらね、昨日来ちゃいましたね。ヒカさん、早いな、さすがです。いや、目標です。いけたらいいなっていう目標です。実際はどうなるか、ちょっと心変わりして、やっぱこれあげたいなとか言い始めるかもしれないんで、ちょっとね、気持ちはそんな感じで頑張れたらなって思ってます。いや、そう、そもそもね、K36 にしたところで、K36 にしてすぐに科学院とかあげないと、もったいないから、やっぱある程度ストックがある状態であげたいんですよね。それを満たすことができるかっていうのがね、ちょっと最大の焦点で。一応、それを達成できる、条件の一つに、おそらく11月後半か12月、エボニーが7周年のタイミングで、またスピードアップと資源の消費還元同時のタイミングが来ると思ってるんですよね。はい、それが来たら一気に角度が上がるんで、はい、ちょっとね、その川残用もしつつ多分なんとかなんじゃないかな、みたいなはい、そんな感じでございます。いや、もうね、バフ上げるのが好きなんですよね。というよりも、バフを上げないと、無駄死にしちゃうのでもったいなくて、はい、まずはバフを上げる。それから兵を増やすっていう順番でいきたくて、それもあってね、あんまり T12 を今作りたくないなと。で、先に K36 にしてインナーマッスルを上げると、必然的にそう T14 を作る余裕がないので、戦力があんまり上がらないはずなんですよね。なので、あいつ K36 のなのに 1B ないぜ。弱いんじゃねみたいな。ね、K35 にしたくなかった理由の、で、強く思われちゃうから嫌だなと思ったんですけど、K36 なのに戦力低いと弱いんじゃねっていうね、見られる可能性があるんじゃないかなと思っていて、今も K34 の時点で K39 とかのブロックができているので、どれだあ、なんか、違う、保存済みだった。はい、この辺のね、K39 とかの方も、ソロブロックが K34 の時点でできてはいるので、バフを上げれば上げるほど角度が上がるんですよね。だから戦力をあまり上げずに、目標は 1B いかずに K36 みたいなね、ことをね、やれるといいんじゃないかな、みたいに思ったりもします。はい、なのでね、もう、目標はもうインナーマッスル先にバリバリ上げる。はい、見た目弱いけど脱いだらすごいみたいな、もうそういうね、感じでいきたいなという計画であります。うまくいくかは分かりません。はい。っていうね、もうこういうね、戦略考えてることをね、ひたすら、YouTube で公開していくっていうね、もし、私の、サーバー戦争でもし私と同じサーバーと当たった方はお手柔らかにお願いします。はい、もう、すべての情報がここで公開しています。ちなみにね、サーバー戦争相手、今回の次の、土日の相手がですね、1153。で、うちは1186なので、ちょっと、
先に、できたサーバーということで、相手としてはもしかしたらちょうどいいのかもしれないなという感じなんですけれども、いやー、ご多分に漏れずですね、うちのサーバーより尖った人が多いんですよ。はい、これね、もう当然のようにいるのよ、K40。うちのサーバーマックス K39 なんだけどな。最近当たる敵サーバー絶対 K40 以上いるの何なんだろうな。はい、K40 だけじゃなくて、はい、君主レベルもね、42っていうね、強強でございますね。はい。で、もう一方、この方かな。はい、K39 のこの方。この方ね、君主レベル。この方は K40 だ。なんか他にもいたよな、なんかやばい人。あ、この人だ。はい、この方。これ、モン・サン・ミッシェルかな。はい、この方、あ、そう、この方ね、K39 なんだけれども、君主レベル43ということで、いやー、吹き飛んじゃうよ。マジで。もうね、ほんと最近のね、相手サーバーみんな強いんだよな。もうね、仕方ないと思う。本当に相手がそう強すぎるんで、だからこそ、なんか兵を増やすんじゃなくて、バフを高めて、バフを高くして、でも仮に負けたとしても、無駄死にしないというか、もう2000%のバフとかをね、来たらもう吹き飛んじゃうんですけど、必要以上に損しないようになんとか耐えたいなという感じですかね。月見さん、相手が強すぎる問題。いや、そうなんですよ。もうね、K39 ならいいです。K40 はね、ちょっとなんか異次元なので、感覚的に。ペソンペソンさん、サーバー戦争、戦力差ありすぎると訪問者も少なくて全然稼げないから、なんかちょうどなんかマークで書けて、あ、格上の方が楽しめる。あ、そのパターンもありますね。相手がそう来てくれないとかね。そう、お互いにその戦力差があると、そう、とりあえず低い方はなえるんで、あの、攻めに行っても死ぬからいけないわってなるから、やっぱね、同じぐらいのね、ところが、まあ、その意味では、前回超格上だったんで、それに比べたらね、格上かもしれないけど、まだ、というか、現実的な格上で、なんとかね、頑張りたいところではあるものの、私土曜日予定がね、あって、一日多分あんまりやれないんですよね。なので、はい、ちょっと、どっちみちサーバー戦争そんなに参加できないタイミングだったので、相手が強くても、しょうがなかったかなと思いつつ、しょうがなかったのかなっていうか、別に最初からね、負ける気では戦わないので、頑張れる範囲で頑張りたいなっていう感じです。はい。とかね、言っててね、もしね、明日の、多分明日かな明日の9時とかに、このサーバー戦争のところがね、次のやつにちゃんと切り替わると思います。で、サーバー戦争チャットとかも出来上がるはずなので、その時に帯がついてたら、ちょっと目の色が変わりますっていう感じです。ペソンペソンさん、インナーマッスルタイプです。そう、私もそう、もうインナーマッスルタイプで行きたくて。はい。インナーマッスルタイプなんですけど、自分でリワードを稼ぐために、馬は34に。馬は、早く35にして T14 を作りたいお年頃でございます。はい。さて、プランのところはこんな感じですかね。よいしょ。あとは、イベントのところとかを話をしていこうかな。まずは、イベントの振り返りのところかな。はい、皆さんね、この伴侶の縁起物ですかね、この皆さんちゃんと集められましたかね。私は
期間中2個だけ取りこぼして、本当はマックス65のはずなのに63フィニッシュになってしまいましたね。もう本当にボスモンスターから全然ドロップしなくて、結構ボス倒したんですけど、マンティコアとかめっちゃ殴ったんですけど、なんか全然出てこなくて、2個取りこぼしちゃいましたね。ペソンペソンさん、かなり格下と当たった時、初日の夕方くらいにはサーバーチャットでエボニーのマッチングに文句言いながらみんなバブルして誰も誰も来なくなった。いや、そうなりますよね。だって私もそうしますもん。無駄だから別にあ、今回はガチャが悪かったんだなって言ってはい、仮に、仮に相手サーバーに行ったとしても多分5分しか行かないですね。最初の5分でモンスターとかを買ってポイントをちょっとだけ稼いで終わるみたいなのを繰り返すと思います。で、相手がね、格上でもちゃんとバブルしてれば勝てる可能性がありますからね、無理をしない方が実は良くて、前回がまさにそうだったんですよね。前回、一回り一回り以上、1年以上多分先のサーバーさんと当たったんですけれども、このぐらいのサーバーになると、やっぱりかそり始めていてアクティブプレイヤーが少なかったんですよね。でもうちのサーバーはまだアクティブプレイヤーが多かったので、みんなバブルして、みんな防衛に走れます。でも、しっかり妖精とかアイテムは稼ぎますってやると、ポイント稼げるんで、人数、ね、多勢に無勢なんですよね。ロススコアも、今回の、サーバー戦争、前回のサーバー戦争は、あんまりロスポイントが少なかったので、いつもね、ロストをめっちゃ出す、2人がいるんですけど、その2人が、今回はロスト出さなかったので、はい、いつもその方たちがね、1B、1B とかで、ロストを叩き出してくれるんですけれども、それがなかったので、数の暴力で勝ててたなみたいな感じがしてるので、当然王城はリセット合戦で大変だったんですけど、はい、なんかもう相手格上の時はもうバブルして、しっかり稼げる方法でポイント稼ぎまくる多勢に無勢戦法が一番勝てると思うんですよね。バブルってそういう仕組みだからしょうがないよなと思いつつ、はい、ということでね、そう、前回は本当にもう、41の方がいたり、40、そもそも39が多かったりとかなので、結構絶望的な盤面だったんだけど、勝ってて、でも今回はね、逆に近いからこそバチバチに起こって、ちょっと何が起こるかわからないかな、みたいに思ってはいますね。はい。まあ、マッチングがね、やっぱ戦力差が大きすぎない方がいいですよね。ランキングでマッチングされるからある程度仕方ないとは思うんですけど、確かこのね、1153番さんは、うちのランキング1個上のサーバーだった気がするので、いやー、どうなるだろうか。楽しみだな。なんとか、次のね、サーバー戦争も、なるべく死なないように、なるべく、ディフェンシブに動いて、命の源をね、稼ぎたいなと思ってます。はい。オークションとかを駆使して2700まで増えました。いや、9月の真ん中に1回、ほぼ空になってから2700増やしたの結構偉いと思うんですよね。はい。予定ではね、11月中には4000まで増やしたいなと思ったんで、もうちょいかな。はい。お、やばい、そろそろ11時だ。もうそろそろ来るまだ大丈夫。でも、ちょっとボスは確認しながら、やっていこう。はい。ということで、何の話したっけ？アイテムの話だ。そう、このね、伴侶の縁起物、私は2個取りこぼしてしまいましたが、まあ、どっちみちね、次イベント来ても110とかしかたまんないんで、まあ、まだアンロックできなかったんですよね。エスメラルダをアンロックするまでに、あと2回同じイベントが必要かなと思ってますが、多分ね、次また新しい伴侶増えるんじゃないかなって感じがするんですよね。どうなんでしょうね。
はい。なんかもう無限に増えていくのかな。やだな。もうそろそろ打ち止めしてほしいんだけど。はい。まあまあ、次の次ぐらいにはもう一体、もう一人増えてしまうのかなと思いつつ、はい。しっかりね、あと2回はしっかり稼いで、アンロックしたいなと思っています。はい。そう、私ね、こっちはね、魂の伴侶は、ドゥルシネア、今回のイベントでアンロックして、エスメラルダがまだっていう感じで。お、アイスブレーカー来た。ふふふふふ。え、進軍派遣した部隊が上下、ちょっと待って、やめて、やめて、やめて。あ、帰っ、急いで帰ってこい。本能寺さん。いい名前してますね。こんばんは。うちのサーバーは上位勢と戦力が離れているので、敵は必ず計40以上、30尾以上がいます。はは。やばいですね。30尾以上やばいですね。そんなん倒せるわけがない。まあ、倒せるわけがないと言いつつね、この前、その DSN チャンネルさんで、オールスター見てましたけど、K30 とかも燃えますからね、もう怪獣決戦やばいなって。でも、怪獣に踏み潰される人たちがほとんどじゃないですか。無理ですよね。あの、なんか強くなりすぎるのも考えものなんじゃないかなって思うんだけど。いや、あれほんとすごかったよな。いやー、これはちょっと辛いっすね。本能寺さんの環境はちょっと辛すぎる。ちょっと待って、あと2分以内に帰ってくる。もう帰ってくる。オッケー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 。周年記念で池王子を、池王子って誰だっけ？池、池王子、そういうことか。魂の伴侶で池王子出てほしいですね。そう、なんか全部女性ですからね。ちょっとなんか、エボにもちょっと、ちゃんと LGBTQ に配慮してくれないと。あと10秒。スピードアップめちゃくちゃ多いですね。スピードアップはもう意識して超貯めてます。そうなんですよ。スピードアップも一瞬でなくなるの分かってるので、可能な限り温存しつつ、まあでもこういうタイミングが使うんですけど、よいしょよいしょ。私が多分スピードアップが多いのは、まだ本格的に、サーバー戦争とかで殴る方向にいないからですかね。やっぱり殴り始めると、もう、2秒以内にレイドに集めなきゃいけないとか、相手への行軍も超加速しなきゃいけないってなるんですけど、私まだ今、防御プレイヤーなので、まだ殴れないからこそ、行軍速度貯められてるって感じですかね。はい。でも、そう、もう殴るようになりたいし、そのために、いずれ、マッハでなくなることを理解しているので、可能な限り、行軍時間の短縮が、獲得できるときはこれを優先して、遺跡の報酬とかね、行軍時間の短縮結構取ります。はい、このゲームで、足の速さは、かなり、かなり重要な要素だと思ってるので、明太子さん、確かに1回相手に行くと10個以上使いません。そうですよね。そうなんですよ。私もサーバー戦争で殴るときとかがやっぱ一番使うので、はい、そうなってない、まだそこまでいけてないからこそ逆に今のうちにしっかり貯めないとダメだわっていうので、はい、4000でも少ないと思ってます。もっと貯めときたいです。いやー、よし、これで実績解除だぞ。わーい。あとなんだっけ、あとなんか振り返りをしようと思っていたけれども、はい、いつも通りですね、願いのコインをもう今日もう4時間際に
急に打ち合わせが入ってね、やれなかったですね。はい、また、残してしまいました。残念です。はい、まあ、魔女の贈り物ね、2個あるんで、後で開封しようと思いますが、はい、少しね、余らせてしまいました。はい、まあ、ギフトカードもね、後で構成をしておこうと思います。確かね、エボニーミキさんが、X の方で、いつもの報酬の1から10の、内訳みたいなのをね、スクショ貼ってくれてたと思うんで、あちらをね、ご覧いただくと、狙った、アイテムを積もれるんじゃないかなと思われますので、おすすめです。はい。で、あとは、まあ、猫ちゃんね、また貯めてますということで、今700まで来ましたね。1000まで貯めたら開封しようと思います。で、はい、王の宝箱は今回も、マックスまで行くことができました。わーいっていう感じ。軍隊の招集も、もうすでに引いちゃったわ。引いちゃったかも。はい、50個の、50個そう、50個クエストクリアした報酬までね、もらうことができましたっていう感じです。バイキングのバーサーカー。いけいけ。いけいけ。よし。はい。で、あとは、スピードアップのイベントは、予定通りですね。スピードアップが、5M 消費、建築が 1.8M 消費、回復が全然回復するタイミングがなくて、なんか250消費、250系消費みたいなところで終わりで、あとジェムがね、なんとか、本当は50万で終わらせる予定だったんですけど、いろいろ使いたい、主にオークションなんですけど、オークションで使いたくて、100万ジェム消費して終了っていう感じになってますと。100万ジェム消費しても今もまだ8万あるんで、結構ね、ジェムを稼げるようになってきて、コンスタントに100万ジェムもし、稼げるのであれば、いずれね、なんか属州、グローリー属州都市うんちゃらっていうのもね、ゲットしたいですよね。グローリー属州都市建造所。オークションで、1億ジェムとか貯めれば辛すぎる。無理だ、1億ジェムなんて。はい、無理そうなんで、はい、夢の話をしました。はい。もう属州都市がね、増やせないよな。階級ランキングで10位以内とか無理でしょ。 VIP レベル15ってこの前10に上がったばかりですけどって感じで。ね、今の8個が結構もう現実的な最高ラインなんだよな。はい、ちょっとね、時が解決してくれるのを祈りつつ、ランキングをね、落ちないように頑張っていかないといけないなっていう感じがしますね。ところで実績。わーい。よしよし。はい。っていう感じで、イベント。あとなんだっけな。宝、この宝探しじゃなくて、なんか、この、あつ森のやつが当たるやつ。毎日、1回無料で引けるやつ。あれ結局私、コインも、この景観もゲットできず、で、何の成果もありませんでした。あと、占いとかもね、なんかあんまりいいの当たらず、木のやつもなんかあんまりいいの当たらずということで、ちょっとね、なんか、あんまりあんまりでしたね。はい。まあ、あんまり引きがね、強くないのはいつも通りですので。ということで、今後のね、予定のところを見ていこうかなと思いつも通り予測になってますが、今ね、いつもの毎週の3日間のイベントとして、新しく始まった宝探しイベントと、あと、なんか今回はお茶のなんちゃらみたいなね、イベントになってますけど、いつもの、3日間のね、島津を取るか、それ以外のアイテム全部取るかみたいなね、イベントが来てるのと、今回大群狩りですね。毎日クエストのやつ。はい、よいしょ。参照にを消そう。ここもうちょっとちっちゃくするか。ちょっと待ってください。はい、毎日ね、ボスを、倒して、リワードをもらえるやつですね。これが毎日
もらわなきゃいけないやつなので、忘れずに。赤ポチがね、つかないいつものハメなんで、もういつまで経っても直してくれないですね。はい、これね、忘れずにゲットしましょう。そろそろ、グランドチーフバーサーカー。はい。いつも通りのやつでございます。で、今回ね、なんか新しく、なんか星の女神のなんちゃらっていうのがね、来てるんですけど、これは信じられないほど課金イベントだったっぽいんで、はい、このね、鍵をゲットするためにはパッケージ購入しかないんですけど、なんかね、3種類ボックスがあるけれども、これ全部オープンするのに、この鍵が6532必要なんですかね。はい。で、パッケージじゃあどんな感じなんだろうなって思ったら、星の鍵、なんか5個とかしかゲットができないんですかね。はい。何回1000円、何回ピンクジェム1000円ゲットすればいいんですかね。これね。教えてくれ、ウーフェイって感じですね。1万円の方だと50個手に入るみたいですね。比率変わってないんで別にお得なのかどうかよくわからないですね。はい、まあもういいです。私には関係ないイベントなんでスルーでございます。はい、みんなにね、関係があるのはこっちの方ですね。光のフェスティバルということで、アショーカ。私、アショーカ持ってるんですけれども、はい、アショーカね。はい、王城の担当官を務めている場合に、射撃兵の攻撃が20%アップして敵の歩兵の HP が15%ダウンしますのでね、結構ね、強いと思いますと。もう1個ぐらいね、当てて覚醒できると嬉しいんで、当たってくれるといいなと思いますが、まあきっと無理でしょう。本能寺さん、占いとか星の女神とか女性のビジュアルが AI で作った感がするイメージですね。でもタイプですか正直者。いや、そう、そう、私も思ってました。これきっと AI アートなんだな、みたいな。ね、前回の占いとなんか雰囲気似てますよね。最近広告で出てくる女性、みんなこんな顔してる気がするな、みたいな。絶対 AI だよな。いや、わかります。ほんとおもろいやん。金そんなかかんないから絵師に頼むよりいいのかな。どんなんだろう、よくわからないや。はい、光のフェスティバル。これね、この前じゃない、リセット前まで来てたデューケのやつと一緒ですかね。モンスター最大20個、資源最大10個、毎日ね、アイテムでゲットできるので、しっかり集めましょうということで、まあ、ちょいちょい引いていこう。で、いつも通りですね、ダブルチャンスあるよ、みたいなやつですかね。珍しい。あれ充血の結晶って交換できたっけ昨日。はい。まあ、交換できるやつがね。まあ、わかんないや。交換できた気がする。交換できた気がするけど、私そんなこと関係なく、命の源と交換してたわ。そういえば。思い出した。はい。他のものには目もくれてませんでした。そういうことだ。充血の結晶も欲しいな。はい。まあ、これね、損すること書いてないんで、しっかり、資源採集のね、銃がね、いつも、忘れがちかなと思うので、しっかり、資源採集も忘れずにっていう感じだと思います。さて、さっき参加したよね。参加したよね。オッケーオッケー。本能寺さん、次の資源採集イベントが終わったらサマータイム終わりそうですね。光のフェスティバル終わる時間が1時間遅いので。そうですね。11月に去年も確か変わったと思うので、確かに光のフェスティバルの時間、17時間40、17時44分になってる。ナイスですね。素晴らしい。はい、今、日本時間のね、16時がリセットになってますけど、そうですね、明らかに次の、資源消費の還元、
のタイミングが終わったタイミングなので、11月の多分7かな。11月、多分11月に入ったタイミングで、サマータイムの時間が戻りそうですね。なので、11月7の日、この終了のタイミングで、11月、違う、これ19だから、金曜日だ。多分11月3日かな。3週間だったら20のはずだもんね。多分金曜日とかの時点なんで、やっぱ多分11月に入ったらサマータイム終わりそうですね。17時になってくれるとね、嬉しいな。17時リセットだといろいろはかどる気がする。でもね、17時リセットの一番良くない点は、あれですね、クレイジーエッグか。16時にリセットだと、クレイジーエッグの、4時間のやつが、16時、20時、24時なんですけど、17時リセットだと、25時になっちゃうんで、夜中の1時じゃないですか。夜中の1時、私はね、結構起きてるんですけど、なんだろう、ちゃんと早く寝る方たちにとってはね、多分、17時リセットって多分都合悪いっすよね。お、やったー、グランドチーフ終わったぞ。わーいわーい。ということで、適当にバイキングに、売りに行こう。あれなんか私、なんか間違ったやつを資源採取に出した気がするな。まあいいや。実績が増えます。わーい。よし、討伐スターに。やったぜ。もうこういう、そのコレクション要素大好きなんで、こういうのね、もうシンプルに嬉しいですよね。はい、実績ポイントは1284。よし。一応ね、実績ランキングは、今、33位にいますので、城のね、建設をたくさんすると、もうちょっと、上げられるんじゃないかなって思ってます。さあ、何の話だっけちょっと何の話だっけとか言いつつ、ちょっと研究していいですか？研究がしたいです。安西先生、すいません、研究させてください。これあれだな、この研究をすると、研究スパンが短くなるってやつだから。よいしょ。違うやつを先にやるか。どっちかな。防御の進化にしよう。これ短すぎる。こっち。よし。はい。そう、ちょっとね、配信中に、何回もやるの大変なのでちょっと時間かかるのをあえて選びました。多分ね、バイキングタイミングで、進むのが早いので、本当はね、すぐにお助けで終わるやつを選ぶのが正解だと思うんですけどね、ちょっとね、今はこれにしますというとこで、何の話だそう、週間イベント、光のフェスティバル忘れずにやりましょうね。あとは宝探しの旅ですね。これもいつも通り、3日間のね、上限が決まってますということで、これイベントモンスターからも出るんですけど、通常のノーマルボスモンスターの方が落としやすいかなって、これまでやってきて、なんか体感そんな感じで思ってます。ノーマルボスの方が、スタミナもね、安かったりするので、いざとなったら、ノーマルボスを殴りまくるっていうのがいいかなっていう感じがします。はい。で、私はね、前回、このスコアリワード、個人のスコアリワード、シルバー1で終了でした。で、多分今回もレベル10は倒せないと思うので、シルバー1、また今回もね、シルバー1狙っていきたいなと思ってます。はい、レベル10を倒すためには、せめて部隊規模が、
部隊数がね、もうちょっと増やさないと多分倒せないですし、可能であればね、T14 にしたら安定つきそうな気がするので、はい。これをね、安定して取れるようになりたいから、騎兵だけはね、T14 作りたいなって思ってるんですよね。はい。っていうところで、はい、宝探しの旅ですね。常設になったので、これもやってきます。あと、同盟ボスですね。同盟ボスも、しっかり、殴っていきましょうということで、同盟リワード増えてる。はい、個人リワード、このね、銀血のライオンハートのバッジ、しっかり、殴ると、1回でね、1週間で130増えます。はい、130増えて、これをね、しっかり貯めると、半年で半年で1回文明装備交換できます。はい。長い道のりですね。ちょっと心が折れてこの辺とかを交換してもいいかなと思います。はい。毎週ね、忘れず130獲得しましょうと。でね、この130を、しっかり稼ぐためにも、やっぱね、馬で殴れるパンチ力がね、上がった方がね、なんていうか、余計にスタミナ消費しなくて済むとか、なると思うので、しっかり、馬は育てようって思ってます。あとはいつも通りでございます。はい、サーバー戦争ね。明日になったらサーバー戦争の、ワールドチャット、サーバーチャットかがオープンして、プレミアムがつくかつかないかっていうところがね、最大の焦点でありますが、今回はまだつかないと思います。敵サーバーのランキングとかね、見れるようになると思いますので、サーバー戦争を頑張る予定の方は、明日の9時以降ですね、この敵サーバーランキングとにらめっこをするといいかなと思います。本能寺さん、無課金だと文明装備揃える前に自分の寿命がつきそうです。無課金で、右側装備の右側の、王権じゃない方、なんだろう。制服だ、制服。制服の方はね、比較的、文明ルールとかで出るんですけど、左側の王権シリーズマジ出ないですよね。私も、寿命が寿命が尽きるっていうか、サービスエンドになってる気がしますね。文明装備は絶対無理だよ。マジで、なんか、もう少し緩和してよ。なんか、スターメテオライトみたいな、なんか、新しいアイテム出して、なんか、10段階アップとかできるようにして、ね、もう十分ね、課金税と美課金税でもなんか差がついてるから、もう少し文明装備許してくれたっていいじゃないって感じがしますよね。そう、文明装備のえぐいところは、コンプリートボーナスあるのえぐいですよね。フルセット収集済みだと、射撃兵と工場兵器の攻撃力、防御と HP 上がるよ、みたいな。こういうのを、マジで、美課金の方でも辛いですよね、絶対ね。廃課金専用みたいな感じがして。そうでもないのかな、どうなんだろうな。まあなんか集めやすさが私の中では文明ルーレットでしか集められないものっていう認識なので、信じられないほど辛いな、これって思ってるんですけど。てか、あんまり関係ないなって思ってるんですけど。ねえ、どうなんでしょうね。インフレの種類が多岐にわたってきているので、なんか、比較的早くからあるやつについては、もう少しちょっと優しくしてよ、運営さんっていう思いはね、ありますよね。はい。今日はね、ちょっとね、早めに終わろうかなと思ってたんで、いいペース出そう。いいペース出そう。騎士の試練はね、終わりました。来週、ドラゴンの餌のやつですかね。超お得な育成が来ると思います。で、戦術研究は、はい、これは私にね、全く関係がないイベントなので、はい、関係がある側に行きたいなと思って頑張っていきます。で、これね、重要なのが、あれ、私ちゃんと変えたよな。ちゃんと変えた。ちゃんと変えた。
はい、今週のね、金曜日から、また長期イベントが始まりますが、そのタイミングで装備の製造のやつがね、来ます。はい、アケメネス装備とかをね、作ってるっていう方いらっしゃると思うので、この装備製造のタイミングに、しっかり作って、ランキングとか、還元の交換とかね、やっていけたらいいのかなというところです。はい、装備のぶっぱタイミングです。私もね、このタイミングのために、ずっと貯めていました。このね、今足りないのはこの青の宝石と、ドラゴンの鱗ですかね。一応、次のイベントでまたアケメネセットがフルセット1個揃って、次の次かなで、属性師匠全部8人分ですかね。コンプリート予定です。ただ、その前に、アップグレードもしようかなっていうのはちょっと悩んでます。はい、この辺のね、パルティアの指輪みたいなアップグレード。まあ、これもね、結構まあ、10とかしか使わないからな。いいよね。いいよね。いい気がする。いい気がする。10。うん。はい、このアップグレードをそろそろしていきたいなっていうのをちょっと思っているので、そうか、そう、指輪のアップグレードがまだしてないから、そう、これが30必要だ、うわーって思ってたんだ。そうだ。はい、アレスリングがね、作れるようになったので、アレスリングをそう作ろうかなと思ってる感じですかね。はい、なので、ちょっと、ドラゴンも青の宝石も使っちゃうからなと思ってるんですけれども、せっかく名称集結をアンロックしてアレスリング作れるようになったんで、そうそうね、アレスリング作りたいなって思ってる今日この頃でございます。はい、まあそんなところでね、装備を作るタイミング来ますんで、忘れずに、装備準備しておきましょうと。はい、あとは消費還元イベントは、まあ今はゴールド1の研究、いつもの3日間のやつですけれども、資源の消費イベントが金曜日から来ますということなので、皆さんね、私は、もう兵はあまり作らない、軍隊の招集イベント分しか作らずに、基本的にはもう建設しまくりで、行く構えでいますというところで、はい、皆さんもね、ご自身のリソース消費プランに合わせて、やっていきましょうという感じですかね。はい、で、あと、名称創造画展、はい、いつも通りのやつが、来てます。はい、これもね、1週間のイベントですと。あ、私、前回のやつ、まだ開けてないんだよな。開けようかな。はい、さっきの名称肖像画展で、この将軍の殿堂2の名称控え券ね、ゲットしたんですよ。で、確率がね、この北条さんとかがなんかちょっと高くて、ラウタロだけいらないけど、なんかもうこういうの見るとラウタロ引きそうな気がしちゃって、なんか嫌で引いてなかったんですよ。これ、もしかしてシーズンで変わるのかなみたいに思ってたんですけど、なんか変わらなそうな気がしてきたんで、だったらね、もうなんか、もらえるものは先引いた方が得かなと思うので、引こうかな。引こう。せっかく配信中だし、引こう。はい、将軍の殿堂名称控え書を引いてみます。しよう、ゴー。あ、持ってない人だ。マルグレーテ一世。これ、属州師匠にいい人じゃなかったっけ？参戦する際に敵部隊の全兵士の攻撃力が10%ダウンし、騎兵の攻撃力がさらに20%ダウンし、ああ、まあまあですね。まあそんなに、全兵士の攻撃力10%、騎兵は攻撃力を下げるよりも、HP と防御下げてほしいけど。なるほど。悪くはない。悪くはないけど、持ってなかったんで、やったー、嬉しい。はい、将軍の殿堂、マルグレーテ。ここですね。あれトミルス、私かけらめっちゃ持ってるけど、まだ引いてなかったんだ。まあ別に、急いで引く必要ないわ。そもそも、美術館レベル35なってないし。はい。わーい。はい、マルグレーテ、引くことができました。OK。
ということで、引き続きね、名称肖像画展では、私はためにためて、今回と同じくね、500貯めて、この将軍の伝道2の名称引換証を、狙っていこうかなと思ってます。はい。まあ、ただね、これもう500集めるのがもう無理ゲーなので、1日11しかもらえなくての7日間だから77分ずつしか増えないんで、7ヶ月とかそのぐらいかかりますね。うん。月見さん、将軍あたり、ありがとうございます。被らなくてよかったです。そう、大体ね、終わった。終わった。4時間。まあ、こっちいいか。ほい。大体ね、なんかああいうのを使うと、なんか持ってるのが当たったりして、まあ、ちょいちょいね、将軍の伝道にも持ってるやつが増えてきたんで、ね、こういうの埋めんのマジで難しいですよね。将軍の伝道1とか、ね、リーチが増えているので、当てたいですね。もう、メンシコフさんとかね、このワークショップのケンリツさん、これめっちゃ欲しいんですけど、こういう専用担当官みたいなのめちゃくちゃ欲しいのに。あれさっきの人と似てんな。この人揃えば、めっちゃ良かったじゃん。まあ、将軍の伝道一夜が関係ないや。はい。まあ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 。はい。エピック将軍もらえて嬉しいでございます。はい。まあ、消費還元イベントがね、資源のやつが来るということで、木曜日にね、ユミルがやってきます。みんな大好きユミルが、来ますので、ユミルをね、ボンボコ買って、貯めて、金曜日からの消費還元に、臨みましょうという感じですね。はい。で、あとは、なんだっけ、蛮族が、金曜日から始まります。そうだ、蛮族のセットしておこうと思ったんだ。後で蛮族セットしなきゃ。本能さん、メンチコフやマルグレーテは戦場でも出てくるので、酒場でも出てくるので、シャッフルもありですよね。マルグレーテって酒場で出てくるんだ。そう、シャッフルね、そろそろシャッフルしようかなと思った。本当だ。酒場から出てきませんって書いてない。もう、エレクトラがね、酒場で出てくるならめっちゃシャッフルするんですけど、エレクトラ出てこないんだよな。まあでも、そうなんです。今、酒場を33に上げようとしてまして、まあこれは騎兵35に、馬小屋35にするためにきっと、酒場35が先に必要かもなと思って上げてるんですけど、この酒場をね、33にしたら、またシャッフル祭りをしようかなと。毎日10シャッフルっていうのをこれまでやってたんですけど、なんか建設中はちょっとなんかもったいないかな、みたいな貧乏症が発動して、最近シャッフルしてないです。はい、1日10シャッフルぐらいね。1日10シャッフルがいいんじゃないかみたいなのをエボニービキさんで見たので、それを信じて10シャッフル結構してます。でもそれ以上あんまりね、したことないんですけど、ゲームの消費還元の時は、もうちょっと、そう、それこそね、酒場を35まで上げる予定があるので、それをしたらね、もうちょっと、シャッフルのタイミング、シャッフルの機会増やしても良さそうですね。そしたら、この将軍の伝道が埋まって、新しいバフが増えるかもしれないんで、まあ、そのためにはこの美術館をね、上げなきゃいけないっていうね、もうなんか、やりたいことがありすぎる。大変だ。まあでもそう、メンシコフはね、普通に建設速度上がるのに絶対必要だから、そう、そろそろね、もう、シャッフル力入れてもいいかもなとは思ってますね。あとはいつやるかだ。はい。そんなところかな。一通り話したかな。あとはあれですね。戦場が
復活します。オールスターシーズンがね、終わりましたんで、明日、ガウガメラ。土曜日にコンスタンティノーブルが、ありますということで。私ね、コンスタ参加したいけど参加できないんですよね。ちょっと別ゲーの遊ぶ予定が前からあったので、ちょっとね、マリオカートをする予定なのでできないんですけれども、はい。ガウガメラの方はね、しっかり参加して、バフの効果っていうのを、見ていきたいなと思っています。はい。防御力がね、どれほど上がるのか、ちょっと楽しみにしているので。いや、コンスタもね、なんとか参加したいな。マリカ中でもやれるかな。どうだろうな。ちょっと、参加者が少なそうだったら、入りたいなと思いつつ。はい。そんなところです。最後に忘れないうちに蛮族のセッティングだけして終わろうかな。はい。ね、皆さんのもしかしたら参考になるかもしれないんでね、蛮族のセッティングをして終わろうかなと思いますっていうので、そのためにはここだ。具体定員をね、増やしておかないと、ちゃんとセッティングできないんで。透明レードに参加。あ、カエサル帰ってきた。カエサルどこ行ってたんだ。はい、私はですね、いつも変態を、今使っちゃったけど、1個目の変態は、騎兵ね、1だけ設定して、ラリー参加用に設定をしていて、2つ目は射撃兵での、殴る用ですかね、のセッティングをしていますと。バフをね、上げて部隊定員が上がったので、これ後で増やさなきゃいけない感じですかね。はい。で、3つ目今1回飛ばして、4つ目は、工場兵器セットですね。空になった、ご優待された城をボンボコ殴るための、編成をしていて、3つ目がね、イベント用として運営をしていますと。で、ピラミッドが来てたじゃないですか。ピラミッド用に、私はこの10万、T1 を10万、入れた設定をして、で、将軍はね、つけないで設定してましたと。で、遠くに行くときには、足が速くなる、この、運挙病さんこの方のね、読み方がよくわからないですけど、スズメなのかな。はい、運挙病さんとかをね、たまにつけたりとかしながら、やっていましたと。で、今回、次に蛮族が来ることが分かったので、蛮族セットをね、していこうかなと思います。吉田さん、蛮族は複数人で占領するとポイント取得は減りますか？減りません。はい、ピラミッドは、アイテムの総数が、決まっていて、それが取り合いになる減るシステムなんですよ。遺跡みたいな感じで。遺跡よりもひどいですね。はい、ピラミッドは、減るんですけど、蛮族は、みんな時間でポイントがもらえます。はい、なので蛮族の方が優しいです。はい、蛮族はもう積極的に、壊したら、シェアして、一緒に入ってって、AC で呼びかけるのがいいかなって思いますし、AC でね、開けたよオープンって言ってくれる方いると思うので、そしたら、入らせてもらうっていうのがね、いいかなと思います。はい、この時もね、なるべく、スピードアップを使わずに参加するのが望ましいかなと思っています。私は可能な限りテレポートを駆使して、スピードアップをなるべく使わないように、蛮族に入るのをね、心がけています。はい。テレポートはね、めちゃんこあるんですけど、あそこは何ぼあっても困らないんで。はい。テレポートもうついに3000超えちゃった。もうこれテレポートを変換したいんだけどな。テレポートを加速に変更させてもらえないですか？月見さん、核挙兵？核挙兵って言うんですか、こいつ。こうもうね、読めなくて、彼ね。足の速い彼。核挙兵？病気って兵って言うんですよ。そもそもこいつ、なんか病っていう感じが当てられてて。病じゃないのかな？病と思ってたけどな、兵だな。こいつ病気じゃない。
こいつ病気かと思ってた。けど、なんか、本当だ。この、タレの下ヘイだ。核挙兵。ありがとうございます。うんきょ病、うんきょ病って、いや、言ってない。別に、何も読まずに使ってますけど、そう思ってました。なるほど。吉田さん、減ると思って遠慮したけど、そうなんですね。ありがとうございます。そうですよ、そう。そう、だから蛮族はね、ほんと優しい仕様なんですよね。ピラミッドに比べてはもうめちゃくちゃ、優しい仕様になってるので、協力ゲーです。ピラミッドは、仲間とシェアすると損するんですけど、蛮族は仲間とシェアすると得します。はい、非常におすすめでございます。そうだ、馬を増やしたい理由、もう一つ、そう、蛮族のためでもあったわ。蛮族用に T14 の兵増やさないと、その、効率が悪いからだ。ヒカさん、私もうんこ病って読んでました。ねえ、読みますよね。そうとしか読めない。本能寺さん、蛮族は複数で占拠してもポイント減らずみんな増えるので共有してもらいやすいので探す手間が省けますね。ピラミッドは減るのでスマホで探している自分はもはや苦行です。はい、私は PC で探してても苦行です。もう、本当に毎回辛いなと思いながらやってます。蛮族バンバン入るとジェムがっぽりで、そうなんですよ。そう、蛮族はね、自分で倒せなくても、その、いい感じの蛮族を見つけてシェアしてると、喜んで開けてくれるし、開けてくれたところに、ね、入らせてもらって、しっかり得ができるし、もう非常にね、いいイベントでございますよ。ピラミッドもなんかね、昔はシェアみたいな感じ。ピラミッドは昔は最初出た頃って、なんか無限に入れましたよね。いつの間にか、20っていう上限が設定されて、それから競争がね、やばくなったかなっていうイメージです。スコアの上限を下げて、1日を20じゃなくて10にしてほしいですね。はい、まあいいや、余談でした。はい、私はね、いつもエレクトラとメイソン・ウィーバーの組み合わせで蛮族を攻略しています。エレクトラは、当然の射撃兵ということで、メイソンを使っている理由は、この工場兵器ですかね。工場兵器の射程ボーナス、工場兵器の攻撃力をつけていて、彼女自身がね、工場兵器の攻撃力を上げるという、のを持ってるので、射撃兵セットのところはカール使ってるんですけど、蛮族は工場兵器重要なので、メイソンを使うっていう感じでやっています。で、まず最初にもうマジめちゃくちゃめんどくさいんで、最初に設定しておかなきゃいけないのは、すべての関係ないやつを15。機械式カタワルトも使わねえ。15。はい、15。アメリカンシューターは使う気がする。まあいいや。はい、このね、レイヤーをね、組まないといけない。このレイヤーを組むのがね、めんどくさいですよね。これをね、毎回セットするのがめんどくさいからね、早く、隣の変態作れるようになりたいなと思うんですけど。次なんだっけ ?VIP13、14あたりでね、増えると思うんで、VIP レベルも上げたいな。よいしょ。蛮族はプリセット準備してます。そう。いや、プリセット4つしかないんで、もう無理です。このイベント用の3番を切り替えて、毎回乗り切ってます。せめて5つあれば。いや、そうしたら今度はね、違うレイヤーとかを組みたくなる気がする。はい、ちょっとここらで一回保存しとくのがね、大事ですよね。はい、これ、途中で変なとこ触ると全部なんかリセットされるじゃないですか。マジでえぐいですよね。はい、もう本当に面倒。よし。よし。
はい、私のレイヤーはね、基本的に、とりあえず、適当に全部15にします。で、そこから、T13 の工場兵器を、なんか、霧のいい数字まで持ってきます。まあ、39万にしよう。はい。で、T12 の射撃兵、一番重要なので上げます。これイーグルボリアだ。イーグルガンマン。上げますって感じなんですけど、これやると足らないですね。えこんなすぐ埋まっちゃう？なんかミスってない？ミスってない。私の部隊が貧弱なんだ。はい、39万はちょっと調子こきすぎたので35万に減らします。で、T13 と、こんなもんかな。はい、基本的には、T12、T13 工場兵器。あれ、もうちょい、いつもどうしてたか忘れちゃったな。アメリカンシューターはもうちょっと使うかな。3000。はい、まあなんかこんな感じで、いつもセッティングしてます。本当は、部隊定員をもっと大きくして、イーグルガンマン、T12 の射撃兵は、100万ぐらいね、連れていけるのが理想かなと思ってるんですけれども、ナショナルガンマンもね、多分そんなに仕事しない気はするんですけど、まあ、まずはこれでいこうかなっていう感じですかね。はい。まあ一応、蛮族が始まる頃には、集結の場が上がってるかもしれないので、はい、集結の場がね、上がったらまたちゃんと調整しようかなと思って、今は適当にこれをプリセットにして、殴って、最適どれだっけなって思い出しながらやろうかなっていう感じです。まあ、この状況でレベル4の蛮族であれば105ぐらいまでは全然負傷なく、負傷少なく、殴っていけるっていう感じですね。本能寺さん、ウィキだと蛮族レイヤーは1000がベストと書いてますけど、15の方が負傷兵減りますか？多分構成にもよりますけど、蛮族のレイヤーは1000もいらないと思います。私は15どころか10でやった方がいいかもなと思ったりしてます。なんかいつもちょっと微調整してるんですけど、関係ない、メインじゃない、メインアタッカーではないレイヤーって、なんか、ちょっとずつ負傷が増える。その勝敗に影響を与えず、負傷だけ増える。増やせば増やすほど負傷が増えるだけな感じだったので、はい、限界まで減らして大丈夫ですよ。多分10でも大丈夫な気がしてるんですけど、なんかワンチャン1でもいけるのかなみたいに思ってるんですけど、ちょっとね、バフとか部隊点や上がってからじゃないと怖いので。私ね、結局前回ね、10でやった気がするんだよな。なんだっけな。保存残してる気がする。あった。はい、レベル4のね、105M の北方の蛮族、離脱兵26で済んでるんですけれども、この時のレイヤーは、10だ、私10でやってるわ。10。なんか15で設定しちゃったわ。間違えました。10ですね。はい。関係ない兵は10で十分です。で、私 T11 の射撃兵も使ってねえや。忘れてた。忘れてました。はい。メインアタッカーじゃない兵を増やせば増やすほど、なんていうか、倒してないのに負傷が増えていくだけなので、全然10ぐらいでいいと思います。もちろん、実際試していただいて、ご自身のね、バフとかデバフも関係してくるとは思うので、答えは、人それぞれになっちゃうとは思うんですけども、はい、1000にする必要はないかなと思います。はい。吉田さん、運営に蛮族とピラミッドをサバ戦とキルベチも安心できるように検討して問い合わせたら、検討しません。王に相談して解決してね。だって、まあそうでしょうね。まあピラミッドは、まあ、タイルと
同じなので、まあ、キルイベ中もあれかなとは思いますけど、まあ、蛮族は無理ですよね。はい、蛮族ある週にキルイベやるなっていう感じが、はい、私も最近、この前、それで、4億点で終わっちゃったんで、5億ポイントゲットできなかったんで、はい、本当に、蛮族中にキルイベやってほしくないですよね。もう非常にわかります。はい、ただ、はい、なんというか、運営側は、わざとそういうので揉めてほしいから、絶対検討しないとは思います。はい、はい、いざこざを起こして、熱くなって課金してほしいのが運営だとは思うので、はい、運営はキルイベしてほしいんですよ。もう兵をね、無駄に失って作り直してほしいだろうから。はい。月見さん、そうか、属州めちゃめちゃ持ってる JAL さんの変態が4つなんですね。VIP か。はい。そう、これね、VIP レベルじゃないと、アンロックされないんですよね。はい、ちょっとね、私、そう、これ結構無課金の辛いところで VIP レベル上げるのめちゃくちゃしんどくて、結構2時まで起きて VIP 本集めてるけど、所詮100ずつしか増えないですからね。はい、この前 VIP12 に上がったばっかりなので、まだ、はるか先でございます。オークションで買っていきたいと思います。でもね、最近オークション高騰すんだよな、マジで。VIP 本ね、オークションでたまに出るんですけど、なんか10万とかなってて、買えるわけないだろうってなって諦めてます。はい。富山さん、私も10ですね。馬と歩兵。キカさん、15以下で負傷1に調整される気がします。そうですよね。そうなんですよ。負傷を1以下にするためには、もう確実に元々の総数を15以下にしとかないと、単純に仕事しないのに負傷兵増えるだけのはずなので、うん、キルイベ反対、キルイベ長い、キルイベ減らせ。いやー、絶対に考慮しないと思います。運営は戦争をしてほしいはずだ。ナップばっかしやがってと、運営側は思ってんじゃないかなと思ったり。田山さん、ナップであればいいのですが、そうね、私も、昔はね、キルベットなかったんですけど、なんか最近キルベ復活しちゃって、もう非常にね、なんか、揉めてるので、まあいいんですけど、キルベでストレスが発散できればいいんですけど、大体意味がないかなって思うんで、私はキルベ反対派ではあります。はい、やるなら、1ヶ月に1回ピラミッドの期間だけにしてくれって思いますね。はい。まあまあ、いろんなサーバー事情がありますよね。はい。ということで、ちょっとね、前のログを見直して、私、10ずつでやってましたということなんで、後で10ずつ直そうと思いますっていうのと、T11 の射撃兵使ってなかったけど、それでいいんだっけな。まあ、ちょっとね、微調整しながらやっていこうと思います。はい。毎回ね、蛮族が来るまでの間に、強くなってるんですよね。なので、最近ほんとね、蛮族が来るたびに、どれほど負傷が減ったかなっていうのがやるのが楽しくて、蛮族ね、今大好きです。ピラミッドは辛いです。はい。もういいや、やめよう。やめよう。ネガキャンをする必要はない。田山さん、うちのサーバーはナップですね。上位15名ですけど、まあ、そういうのもありますよね。あの上位15同盟だったらちょっと優しめな気がしますね。なんか、上位5同盟とか10同盟っていうのはよく聞く気がしますけど、15同盟はちょっと聞いた中では多いイメージですね。はい。まあ、なんていうか、ゲーム的にね、サブアカとかもめちゃくちゃいたりとかしたり、引退してても別にアカウント消さなかったら無限に残るから、名手が除名しない限りは、幽霊街みたいな同盟がね、出来上がるので、もうなんかわかんないですよね。カウントのしようがないかなっていうのがあるので、
なんか、運営はもうちょい積極的にパージしてくれてもいいんじゃないかなと思ったりするんだけどな。まあそんなめんどくさいことはしないだろうな。私が運営ならしたくないな。しないわ。本能さん、そろそろ満足レベルをいけるんじゃないですか？ 334.7 今。バフが低くておすすめなのに、おすすめですよ。あ、そうなんですね。いや、挑戦しようかなと思ったんですけど、病院を今広げちゃってて、前まで病院のバフ上げてなかったんですよね。病院の容量を低くしてたんですけど、病院のバフ上げてたくさん入るように今しちゃったので、離脱兵作戦をしづらくなっちゃって、離脱兵作戦だったら気兼ねなくチャレンジできるんですけど、なんか、この100万の枠を埋めるのも大変だし、回復するのもなんかまあまあかかるから、ちょっと離脱兵作戦もうできないかもなと思っていて、自信が湧いたら、ちょっとレベル5にもチャレンジしようかなと思います。その時には離脱兵をして、安全なことを確認して試したいなと思います。ちょっとね、まだ厳しいかなと思います。集結の場がせめて広がったら、もう担当感つけられるんで、はい、集結の場が広がったらね、やりたいかなって思ってます。いや、建設ね、来てほしいです。王の対決の建設が金曜日にもし来てくれたら、もうこの辺ね、速攻上げるんで。いや、もう王の対決ほんと来てほしい。とか言ってるとね、明日あたり来そうな気がするんで、はい。明日あとか来たらおとなしく、このね、生産施設を上げようかなっていう感じです。あ、やばいやばい。なんか2時間しないで終わらなきゃと思ってたのに、気づいたらこんな時間になって思った。はい、そんなところで、今日の配信はそろそろ終わりにしようかなと思います。計35になりましたということでですね、今、研究を頑張ってます。だからアメリカにしましたっていうところと、戦勝記念塔ね、これ、頑張ればアンロックができそうなので、ちょっとね、これね、力入れて、急ぎ、アンロックしたいなという思い。ただ、リソース、めっちゃ要求するじゃんっていう感じなので、次のね、資源還元イベントはきつそうなんで、その次の次あたりにね、狙っていきたいかなと思います。深さん、188より334の方が負傷少ないんですよ。マジっすか？マジっすか？今回やっぱ試そうかな。まあ、ちょっと、バフが低いんだ。バフが低いからなのかな。ちょっと試した、そういうの聞くとね、すげえ試したくなっちゃう。試すかもしれない。来週の配信でもしかしたらね、試そうかな。ありがとうございます、情報。ちょっと、それまでにね、バフも上がるはずなので、せっかくだから試そうかな。ちょっと、はい、考えたいと思います。で、そうだ、K35 に、したばっかなんですけども、なるべくね、早く K36 に上げたいなと、年内には着工できたらいいなって思ってますということですね。はい、その心は、この戦術研究の激特イベントに、早く、恩恵に預かりたいっていうのと、兵隊を作る前にバフを上げまくってから兵を増やしたいというところから、そういう風にやれたらなと思ってますというところで、今日の配信はね、こんな感じで終わろうかなと思います。ヒカさん、工場兵器は入れないでください。そうですね、事故ったら怖いんで、工場兵器は入れずにまず試したい。ほいほいほい。まあちょっと来週の配信でまた満足やろうかな。いいことを聞けた。ありがとうございます。よいしょ。ほい、そんなところで、今週の配信はこれにて終了しようかなと思います。またね、このイベントスケジュールについては X でポストしておこうと思います。はい、ということで今週もご視聴ありがとうございました。またね、来週、やります。来週ちょっと蛮族攻略の、配信やりたいなと思ったので、お試しやっていけたらなという感じですかね。はい。
ということで、本日もたくさん、ご視聴いただき、コメントもいただきありがとうございました。またね、来週も、同じ時間にやりますので、よかったら、ご覧いただけたらと思います。ということで、いつも通りになりますが、よかったらチャンネル登録や高評価していただけますと幸いです。今日もありがとうございました。おつじゃる様でした。また来週お会いしましょう。